圧を掛け合っている時の、突きから下段の、基本的な重心移動を教えてくださいたりとか、胸の中心でまっすぐ打つとかして相手の重心が必ずと後ろとか、こう斜めに崩れるところを、攻撃してからローキックをつなぐっていうのが基本になるので、まずここ覚えておいてください。パンチに耐えようとして圧かけてくれるんで、そのタイミングでボンと蹴れば避けれない、ローキックが蹴れたりとかするので。おす、こんにちは、空手家合計です。今回は体重を乗せた強いパンチを打つための方法、圧が強い相手にパンチローを蹴っても押されないための方法、また左の突きを当て方など、解説していきたいと思います。今回の内容は僕が運営する空手家合傑のオンライン教室で毎月開催している質問コーナーで、以前、こちらのホワイトボードを、使って解説したものを、同情生に手伝ってもらって実際に動きをつけて、解説し直したものです。そのため、YouTube の、コメント欄での質問等はちょっと受け付けていませんので、その辺は、ご了承ください。では解説動画をご覧ください。どうぞ。初歩的な質問で恐縮なのですが、息子の突きがなかなか威力が出ません。手打ちになっているような気がするのですが、どのように説明してあげればいいのか分かりません。突きにしっかり体重が乗るような、練習方法などアドバイスいただけたら幸いです。相手と接近し平行立ちになった時が特に体重が乗っていないような気がします。よろしくお願いします。もうすでに平行立ちって書いてあるんで、ちょっと半分、原因が分かっているような気がするんですけども、ちょっとありがとうございます。当然なんですが、相手に対して平行立ちになれば、体重を例えばかけたとしても、ちょっと押してもらっていいですか。これ当然圧には弱くなってしまうので、ということはですね、例えばこの状態でパンチを打ったとしても、ちょっと押してもらっていい。相手がこう押し返した力以上に自分のパンチは相手に伝わらないことになってしまうので、基本的には、この状態でちょっと押してもらっていい。相手が出てきても耐えれる状態じゃないと、自分のパンチは相手に伝わらないので、まず平行立ちになってるっていう時点でちょっと、そこは気をつけた方がいいかなと思います。で、プラス多分その強いパンチの正解が分かってない状態だと思うので、息子さんにですね、パンチをじゃあ強いパンチ、自分がここが強いんだって打った状態を作ってもらって、この状態でなんならちょっと圧をかけてあげてみてください。この時にちょっと相手がこうやって肩が上がってしまってこういう体型になったら、これ当然ですが、どんだけ頑張って体使っても結局そこで打ってると、ちょっと前に出てもらって、これ相手が出てくる力よりも弱いパンチになっちゃうので、基本ここが強いパンチだと思ったらちょっと出てもらっていい。片手で止めれる方もですね、このぐらいのところで当たって初めてパンチ力って生まれるので、ちょっと息子さんの、フォームが悪いようだったら、ちょっと自分で強いパンチだとここが強いと思う場所をやってみてって言って打ってもらって、なんならパンチ実際に体でもいいですし、この状態でちょっと両手出して、この状態で例えばこれ不完全な状態でパンチを打つとちょっと押してもらって、これ力の押し合いになって全然勝てないので、しっかりフォームで、ここの作れるようになると、例えば押してもらった時に、全部後ろ足の方に抜ければこれ喋りながらでも耐えれるので、そういうちゃんとここで強く打ったと思ったら、ちゃんとそこが毎回強い形になってるかっていうのをちょっと確かめてあげるだけで、その正しいフォームになってるかなってないかっていうのは、簡単に分かるので、ちょっとこちら参考にしてみてください。おっす。ではですね、ちょっとですね、今同情生から左の、パンチが当たり、やすいようにする工夫だったり、当たりやすい人に関してちょっと質問を受けたので、今からですね、ちょっとどうすると左のパンチが当たりやすいのかとか、どういう人には左のパンチが当たりやすくなってしまうのかっていうちょっと解説したいと思います。じゃあお願いします。ですね、パンチ打つときにこう構えてて、なんですかね、こう構えが 100% 綺麗な状態、お互い、綺麗な構えの状態で打ちに行ったら、基本的に、ちょっと受けてくださいね。これ受けられちゃうので、当然、当てるためには工夫がいります。で、その時に大切なのが、パンチをいかに受けにくくするかっていうのが大切で、例えばですけど、普通にこうやって打ってたら、相手のガードから近いところに、パンチがいってしまうので、当然こんなのを簡単に受け入れてしまうので、こういう場合に関しては自分の立ち位置を変えたりすることで、相手のガードから遠いところに手を通したいんです。なんで、そうするとですね、例えばこの状態から下突き打っていくと、ちょっと本気で受けてくださいね。これは当たらないんですけど、このラインで取って、この状態でちょっと受けてくださいね。これで受けてもらうと、これは当たるんです。で、これ
受けてもらうと、これは当たるんです。で、これとかは、要は、相手の、肘と、拳ですね。ここから、要は近いところは、これか、これで簡単に受けれちゃうんですけど、逆に、ここから、両手、両肘から一番遠いところですね。ここっていうのは手がここまで落としたら当然、時間かかりますし、肘をここまで落とすことってできないので、そうするとじゃあそこのラインにパンチを打ってしまえば、これはこの状態からだと受けれないので、なんで、ここからだと当たらない攻撃もここに取っちゃえば、これはもう当たっちゃうんですね。なんでこういう感じでまず、受けれない位置に自分が立って受けれないところに、拳を通すというのがすごく大切になります。まあ、ちょっとですね、これ、ガチ解説するとちょっと表には出したくない情報になるんで、まあさらっと、言うとこんな感じで左のパンチが受けにくいラインを通すっていうことですね。で、まあ簡単に言うとですね、これ体がこちら側にちょっと正面向いてるとめちゃくちゃここは打ちやすくなります。まあこれやってもらうと分かるんですが、これ前も解説したかもしれないんですけど、構えがこうなってるのとこうなってるのだと全然ここ打ちやすい面が、違ってくるので、そうするとじゃあ、ここから遠い場所がどこかって一目でこっちから分かるんです。なんですけど、こうするだけでかなり、ここの面が狭くなって、こちらからだと、当てれる部位が少なくなってくるので、まず、これですね、当てやすい人の構えと当てりにくい人の構えはこういう形かこういう形かっていうことになって、ちょっとここは、構えを変えるだけで、自分が叩かれる率をガクッと下げることができるので、そこを参考にしてみてください。ありがとうございます。これ実際にちょっと多分これはな、これビデオで見てもらうとこっちの方が分かりやすいと思うんですけど、こう構えていると、当然ここがガラ空きなのが分かると思うんですが、これが、こう半身を切ってこう構えることで、これだけでもかなり、面がちっちゃくなって打ちにくいのがこれかなので、これでだいぶ、ボディの打たれやすさは変わってくるので、構えがですね、どうしても、初心者の人ってちょっとパンチを怖がってしまうほど体がこうやって正面に向いて手が縮こまってくるという、悪い癖ですね、出てきてしまうので、どうしても普段よくボディもらってしまうって人は体をしっかり、半身って言ってこちら側に切るようにして、手をですね、体からちょっと離すことで、これだけかなり、相手からすると叩きにくい相手になるので、こちらちょっと参考にしてみてください。この動画をご覧いただいている方の中には、一生懸命稽古しているのになかなか試合に勝てない、スタミナが最後まで持たないと悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。僕が運営する空手家国のオンライン教室では YouTube や Instagram では絶対に明かせない試合に勝つための技術や戦略、突き蹴りといった攻撃方法だけではなく、攻撃をもらわない技術やスタミナアップ方法など、見やすいように細かくジャンル分けした動画を200本以上公開しています。今回のように所属メンバーの質問に僕が全て回答するコーナーなど、強くなるための情報を惜しみなく公開していますので、本当に強くなりたい、悩みを解決したい、そんな方は動画概要欄から空手家コースのオンライン教室をチェックしてみてください。では続きをどうぞ。ホスでは、質問に答えていきたいと思います。いつもためになる動画を、配信いただきありがとうございます。いつも楽しみに見させていただいています。先日押しが強い相手と接近戦になった時に、例えばワンツーの突きから下段につなげる場合、ワンツーでせっかく押したのに、下段を蹴るために片足になった瞬間に押されてしまい、下段を思うように出せませんでした。本当に初歩的なことで申し訳ないのですが、圧を掛け合っている時の、突きから下段の、基本的な重心移動を教えてください。お願いします。OK です。よし。ですね、基本的に、圧をお互い掛け合っているときに、下段回し蹴りを蹴りたいということなんですが、当然、蹴りっていうのは、片足になる動作なので、ちょっとすみません、お願いします。お願いします。例えば、ワン、ツーで、蹴ろうとしたときに、当然これ、片足になるので、相手がまだ前に圧をかけれる状態で蹴ると、ちょっと押してもらっていいですか。片足になったら当然、こういう形で、片足になった方が負けてしまうので、重心をかけるといっても、パンチでローで蹴りたい場合は、基本はまず、圧をかけるのはパンチでしっかり相手の重心を後ろに持っていくっていう状況が作れるのが、理想ですね。で、パンチでしっかり圧に自分が勝ってる瞬間だったら、蹴ってもすぐ下ろせば、また圧をかけ合うとかできるんですが、圧が例えばこう、パンチで互角、圧をかけてるけど、お互いが互角の時に当然出してしまえば、これ、押されてしまうので、
パンチからロー行きたい場合は、ちゃんとパンチ打ってて、例えばお互いパンチ打ってても、圧でしっかり勝った瞬間にローを蹴っていくっていうのが、基本になります。なので、蹴るときに、この圧で、お互いが圧を掛け合ってて、互角の状態ですね。この状況が続いてあるんであれば、この状況でローを蹴るのは正直悪手になるので、しっかりちゃんとロー、パンチポンって、つっかい棒とかつっかえてローキックを出すのを、意識してください。で、パンチで、打ち合いで、ローキック蹴る場合、例えば、下突きに関してとかは、相手がバランス取れる位置を叩いているので、基本的にはもう肩だったりとか、胸の中心でまっすぐ打つとかして、相手の重心が必ずと後ろとか、こう斜めに崩れるところを、攻撃してからローキックをつなぐっていうのが基本になるので、まずここ覚えておいてください。他にですね、方法としては、腕をつっかい棒にしちゃうっていう方法があります。圧を掛け合ってたとしても、腕を完全にこう、つっかい棒にしちゃって、この距離とかでつっかい棒のままパンって蹴る方法もあったりするので、パンってやったりすると、このつっかい棒の状態で、ちょっと圧かけてもらっていいですか。この状態でもう自分もちょっと足引いちゃえば、このままこれ蹴ろうと思えば、蹴れるので、圧掛け合ってる時に、姿勢としてはあまり綺麗ではないんですが、ちょっと前傾になっちゃいます、こうやって。なんていうんですかね、体を斜めに倒しちゃう。で、こういう状態で打ち合ってると、このままパンって蹴っても、次に、前に、なんですかね、蹴った足を下ろして攻撃を行ったりすることで、このパンチで、なんですかね、蹴って、ちょっと圧かけてもらっていいですか。この状態だったら、片足で蹴っても圧で負けないので、さっきみたいにこうしっかりお互いが掛け合ってて、こう蹴るのと違って、こういう状態で蹴る分には、次につなげたりとか、パンチからローにつなげるので、重心位置としてはこの部分を参考にしてもらえたらなと思います。あとはもう、あれですね、過去にも解説したんですけど、ちょっと距離がある状態で、バーンとぶつかって、パンチローで行くんであれば、その場合はこっちか。ごめんなさい。白で行くんであれば、例えばこの右のパンチをドーンと当てに行って、こいつを受けさすときに、こうやって蹴っちゃえば、相手が、パンチに耐えようとして圧かけてくれるんで、そのタイミングでボンと蹴れば避けれない、ローキックが蹴れたりとかするので、この辺過去の、YouTube で避けられないローキック解説するんで、そちらちょっと参考にしてみてください。おっす。今度ですね、究極系というか、もう本当に見ないで受けるっていうのをちょっとやりたいと思います。一応もう僕目つぶって組み手するんで、見なくても相手の動きが読めるよっていうのを少しお見せしようかなと。止めて始め。いかがだったでしょうか。不定期企画になると思いますが、今後もオンライン教室内で受けた質問の中から一部をピックアップして回答していこうと思いますので、楽しみにしておいてください。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に公開したいと思いますので、もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、これからも空手家国立の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。スタミナ稽古でスタミナの伸び率を最大化するためにとても大切にしていたことの3つをお届けしたいと思います。追い込み稽古の方法と注意点、具体的なメニューについてお伝えしたいと思います。初心者や中級者の場合は筋肉に送れる、酸素量を増やすために行うのであれば